こんにちは、盆栽職人南俊です。今回は盆栽を育てる上ではもう大切な予防消毒についてやっていきたいと思います。予防消毒をするのかっていうと、虫がついたりとか病気になったりすることがあるんですね。で、せっかく大切に育っているのにそういう虫とか病気で木が弱ってしまうっていうのはやっぱちょっと残念なので、消毒をする、予防をするっていうのが大切になります。だいたい春にはもうだいぶ虫っていうのは結構出てきますからね、そこら辺からもう始めていいかなと思います。夏の暑い時、本当に気温が高い時にやってしまうと薬害が出る可能性があるんですね。だからそれ逆効果になってしまう。基本的に殺虫と殺菌っていうのを使うんですよ。殺虫の方からお話をしようと思うんですけど、ベニカとオルトランっていうホームセンターで売ってたので買ってきたんですけど、じっくり効いて木が虫を寄せ付けないっていう効果があるので、ベースはこの2つだったらオルトランを使っていいかなと思います。鉢元ですね、ここ肥料をあげるみたいな感じで。そうですね、ここに振りかけてあげるっていうのが基本的な使い方。そしたら吸収するでじっくり効いてくる。あとはちょっと裏技的なので、葉っぱに水をやった後に少し振りかけると葉にちょっとこうくっつくんで、それはちょっと裏技として覚えておいていただいていいんですけど、それでも虫が葉っぱについてるとか、なんか葉っぱを虫に食べられてるとか、そういう時はこのベニカを使うと、これは即効性があるので、シュッシュッシュッとやると虫が死ぬとか虫が来なくなるとか、効果は短いですけどそういう効果があるので、そういう使い方をしてもいいかなとは思います。こういうふうにシュッシュッシュで、あとは葉っぱの裏とかにもつく可能性があるので、下からもしっかりこう上げる。で、幹についてたりもするので幹にもしっかり上げる。であんまりやりすぎず、でもまんべんなくっていう感じでやっていただければいいかなと思います。ただこれ同時使用になってしまうと薬害が出る恐れがあるので、あまり同時使用はお勧めしないです。どれぐらいの期間であげればいいですか？こっちはだいたいこれ書いてあるんですけど、だいたい1ヶ月ぐらい続くんですよ、効果が。ずっとこれがある状態、鉢の中にある状態っていうのはちょっとそれこそ薬害出るかもしれないのでちょっと怖いのでおすすめはしないんですけど、3月頭に振ります。で1ヶ月続きます。1回例えばそこでストップをして、で虫がついたらベニカを使うとか、そういう方法でもいいかなと思いますね。こっちのベニカの方は殺菌の効果もあるんですけど、殺菌っていうとこの病気、ここにはうどんこ病とか黒星病とか書いてあるんですけど、その病気を予防することができるいくつか効果があるっていうのでおすすめなんですけど、殺菌に関しては、なるべくその病気に特化したものっていうものが、これもホームセンターにはあるので、それを買った方が本当は一番効果があるのでいいと思います。なのでそれプラス殺菌と殺虫を同時に使うっていうのが一番いいかなと思いますね。例えば小白だったらこうとか、なんか樹種による違いってありますか？そうですね、小白に関してはですね、赤サビ病とかハフ類病とか結構代表的かなと思うんですよ。でやっぱり薬を使う時にはピンポイントでその病気に合わせた薬を使ってほしいので、代表的なので言うとメンレート、ダコニールぐらいがいいかなと思ってて、ですみません、今回用意できてないんですけど、ホームセンターでも売ってると思いますし、ネットでも売ってると思います。なんか 0.5g で小分けして何パックとかそういう風に売られたりするんですけど、ちゃんと薄め方書いてあるので箱にその通りちゃんと薄めてスプレーなどでこう振りかけるっていう風にやっていただければいいかなと思います。注意点をまとめたいと思うんですけど、やっぱり薬害ってすごい怖いので、やっぱりずっと使い続けるよりかは期間をある程度空けて使っていただきたいんですね。
もちろん注意事項にも書いてあるのでしっかり読んだ上で使ってくださいっていうのが1点で、あと、植え替え後っていうのはもう根っこも少なくなってる状態ですし、あんまりやりすぎるとこれも薬害が出てしまう恐れがあるので植え替え後は控えていただけたらなと。3つ目は、さっきも少し触れましたけど、暑い時期暑い時間帯は避けて使っていただく。で、4つ目が殺虫に関してなんですけど、ずっと同じものを殺虫剤を使うと虫に抵抗力ができてしまうことがあるんですね。使っていくうちにあれちょっと効いてこないなって思ったらここにはないですけど、例えばスミチオンっていう薬剤とかマラソンっていう薬剤あるので、そういうものを使って虫に抵抗力をつきにくくさせる、で木を守るっていう風にしていただければいいかなと思います。やっぱり虫がついちゃったりするとどうしても殺したいとか、もう虫を来なくさせたいとか、そういう気持ちが焦っていっぱい振りかけちゃったりすることもあるかもしれないんですけど、それは本当に薬害の恐れがあるので、そういうことは絶対にしないで裏に書いてある通りにしっかりと使っていただきたいなと思います。大事に育っている盆栽だと思うので、その盆栽を虫とか菌から病気から守るためにもこういう薬剤をしっかり正しく使っていただければなと思います。それではバイバイ。はい、今日の盆栽です。すごいですよね。これ心拍なんですけど、樹齢でいうと優に100年は超えてるかなと思います。今はこれ心拍なんですけど、もともとは都章という別の木で、僕たちは衣替えとかっていうんですけど、都章の木に心拍の方を継いで全体をもう心拍にするっていうものなんですけど、こっち一応表なんですよ。だけどこっちでも見応えがあるじゃないですか。これは盆栽界ではよく名木に表裏なしというようなことを言うんですけど、まさにその通り、正面から見ても裏から見ても見応えがあるっていう、すごく迫力もあるし、存在感もある木かなと思います。